と思った。いや、ちょっと待ってよ。なんか俺ここ見たことあるぞ。いや、俺ここ行ったことある。そこに行った記憶があるんですよ。僕この話したでしょ。皆さんちょっと気をつけてくださいね。このハガキ、夕闇非常階段団長、ユビットです。肩痛い。まだ団員いないよ。団員募集中だよ。待ってるよ。今日はまた怖い話しちゃうよ。音楽事務所に行った時のディレクターさんから聞いたお話です。夕闇。まあ私某音楽事務所に3年ぐらいいまして、で、その時にお世話になった愛さん。かなり真面目な人で、あんまり冗談が通じない感じのね、ディレクターさんだった記憶があります。誰かに怖い話を聞くのが好きなので、愛さんなんか怖い話ないって聞いたら、ああ、全然あるよって言って話し始めてくれたんですよ。どんなお話かっていうと、愛さん仕事で帰ってきて、もうすごく不規則ですから、音楽業界って。夜中にレコーディングやって朝終わるとかね、明け方帰るとかもザラなんですけど、その日はちょっと早かったのかな。夜中帰ってきて、で、久しぶりに全然テレビ見てなかったから、飯食いながらね、テレビをカチッてつけたそうなんですよ。で、飯食いやって、ボケーっとビール飲みながらね、テレビを見てたそうなんですよ。で、よくあるじゃないですか、昔。90年代ぐらいですから、90年代って、まだ夜中のバラエティ番組が元気な時で、こんな広い、机、ガーっていう机のところで、女性がいてね、で、いろんなコメンテーターさんがいて、で、ちょっと年配の方がいて、で、アナウンサーさんがいて、で、いきなり照明がね、わーって暗くなって、1時か2時ぐらいですよ。急に怖い話になったりしたじゃないですか。夜中の番組ってね。僕結構その瞬間好きで、夜中の番組よく見てたんですけど、で、愛さん、その話をし始めたんですよね。いや、俺がね、飯食いながら、テレビつけて、で、飯食い終わった後ビール飲みながらね、バラエティ番組見てたら、怪談始まったんだよ、つって。ミステリーコーナーが始まったんだよって言うんですよ。どんなだったのって言ったら。それがね、その、ゲストの方、いろんなコメンテーターさんがいて、で、男性の方がいて、で、女性の方がいて、で、アイドル的な、わざわざ水着着てるアイドルさんとかね。で、こちらの人には、こちらの方は、まあ、いろんな男性陣とかがいて、で、ワイワイやってるんですけど、急に静まり返って、で、その、メインの男性の方が、語り始めたみたいなんですよね。で、どんな話か、その、番組の中の方は、いや、僕はですね、学生の頃、彼女とね、いきなり思い立って、ドライブで、伊豆の方に行こうって盛り上がったそうなんですよ。暑い8月。で、伊豆の方は、伊豆だってこう、半島があって広いじゃないですか。土井温泉っていうところがありましてね。突端の方ですよね。場所も行ったことありますけども、その彼女を連れてね、夜、もう7時とか8時とかね、その時間に思い立って東京からバーって車で、土井温泉まで向かったんだって言うんですよ。で、夜ですから、これから宿取るって難しいんじゃないかな。でも、それにちょっとかけてみようぜっていう、ちょっと賭け事みたいなね、アドベンチャー気分で臨んだそうなんですよね。で、その彼、こちら海なんですけれども、国道なんですかね、バーって走ってたら、松林がバーって見えてきて、で、その松林のところが、こう、道が入れるようになってたそうなんですよね。で、その松林のところを、ちょっと面白そうだから行ってみようって、なんかありそうじゃんって言って、看板がいろいろ見えてたからそうなんですよ。で、そのうちの中に温泉っていうのもちょっと見えたそうなんで、よし行こうっつって、バーって入ってったそうなんですね。で、砂利道が続いてね、ガチャ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 って砂利道が続いて、大丈夫かなこれ本当にあるのかなっつって。でも面白そうだから、冒険だし、行こうぜって言って、ダーって行ったそうなんですよ。そしたら、奥の方で、ポーンと明かりが見えたそうなんですよね。あ、これもしかしたら、脈があるかもしれない。で、車がって大きな広場になって、で、車が止められるようになってるんですよね。で、数台車が止まってたそうなんですよ。で、車が、クックックッって止めて、で、エンジンちょっとかけっぱなしで、ちょっと俺、空いてるかどうか見てくるから、人がいるかどうか見てくるから、ちょっと待っててねって。
で、彼女の起こして、で、いわゆるコメンテーターさんですよね。男性の方は、入ってったそうなんですよ。カッ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 。で、引き戸になってまして、で、ぐるーって開けて、すいませんって。ごめんくださいって。夜分すいませんって。もう10時ぐらい過ぎたそうなんですね。いらっしゃいますかって。そしたら、廊下がバーってなってて、で、こっちは階段になってるそうなんですよ。で、こっちは、なんかこう厨房とか事務所みたいになってて、どうやら、2階の方が客間のような、こじんまりとした旅館みたいだったんですよね。ですいませんって言うと、奥の方から、はーい、声が聞こえたそうなんですよ。わ、これは、もしかしたらと思って。で、さっと着物着たね、おかみさんなんですかね。髪の子がやって言ったおかみさんが出てきて、はーいって、すみません、突然なんですけども、予約も何もしてないんですが、今夜泊めていただくことって可能ですかって言って、お部屋ありますので大丈夫ですよって言われて、やったありがとうございますよかったって言って、ちょっと連れがいるもんで、今呼んでまいりますんで、あと荷物取ってきますんで、どうぞよろしくお願いします。はいって言って、で、ぐるーって言って、たってして、おお、これ大丈夫だよ泊まれるよって言って、で、一緒に入ってったそうなんですよ。で、そのね、テレビの中でそれ話してるんですよ。で、その愛さん、僕のディレクターだった愛さんは、そのテレビ見ながら、あれこれ、俺もこれ経験してるぞってちょっと思ったそうなんですよ。なんか俺ここ見たことあるぞって言って。愛さんは、もう結構、10代の頃にそれをやったそうで、で、結構昔の記憶なんでね、うっすらしか覚えてないんですけども、俺はここ確か行った覚えがある。そう思ってたそうなんですよね。で、そのコメンテーターさん、話を続けるんですけども、どちらの方からいらっしゃったんですか？いや、東京なんですけども、いきなり思い立ってって言って、いや、それは結構大変でしたねって言われて、姉と2人でやってるんですよって言うんですよ。そのおかみさんがね。あ、そうなんですか。お二人でやられてるの大変ですねって言って、どうもありがとうございます。本当に助かりましたって言って、お邪魔しますって上がってったそうなんです。ご飯もちょっとお出しすることはできないんですが、明朝、お食事、お取りになりますよね。あ、もちろんです。はい、じゃあご用意いたしますって言って。で、どうぞこちらへって言って、やはり客間が2階だったみたいですね。どうぞって言って、トン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 って上がってったそうなんですよ。連れられてね。で、トットットットって上がって、右の方に通されたそうなんですね。で、右の方に通されると、こう、長いまた廊下があって、これポツン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 と、だいたい5、6部屋ぐらいね、お客さんの部屋があったんですが、で、こちらでございますって言って、さー通されたんですよ。入り口に、靴入れるところがあって。なんで、よくある感じですよね。で、石でできた玄関があって、また、引き戸をこうやって開けると、床の間があってね、掛け軸がこう飾ってあったそうなんですよ。着物の方が書かれてたそうなんですよね。で、それはあんまり気に留めもせずに、じゃあ、ごゆっくりって言ってさ、で、彼女と、うわ、よかったね。最高だ、これ。これはもう最高の展開だって喜んでたそうなんですよ。その日、もう疲れてましたよね。もう、だいたい6時間とか7時間とかかけて、そこまで行ったそうなんで、もうぐったりで、お風呂も入れずに、何も食べずに、そのまま、もう、半着替えてない状態ぐらいで、布団はもう引いてありましたから、もう、バーって寝ちゃったそうなんですよね。で、私は寝ましたって、そういう話をしてるんですよ。コメンテーターさんがね。で、何時間ぐらい寝たのかわかりませんけれども、夜中、シュッ、シュッ、シュッっていう音が聞こえたそうなんですよ。で、なんだこの音つって、男性の方は全然気がつかなくて、女性の方が気づいたそうなんですね。シュッ、シュッ、なんか引きずる音。なんだろうと思って、見渡す。で、うっすら電気がついてるんですけど、よくわかんない。でもなんか掛け軸が少し揺れてたそうなんですよ。なんか、風かな、まあいいやって疲れてたからそのまま寝ちゃったそうなんですね。で、翌朝、目が覚めて、あ、やばいよ、ほらって、男性がね、
私はそれを起こされたんですよって言うんですよ。もう全然起きれなくて。で、彼女のこうやって、早く起きないと。ご飯食べよう。旅館の朝飯うまいですからね。私も大好きなんですけど。で、下とっと降りて、で、おはようございますって言って。で、お客さんのお部屋みたいなのが食べるとこあってね、そこで用意されて、食事をいただいたそうなんですよ。それはまた美味しかったそうですよ。で、そういえばお姉さんとやってるって聞いたなと思って、お姉さんいるのかなと思っていろいろ探してみたら、なんかちょっとチラッと見えた。一人チラッと見えたそうなんですよ。でもちょっとよくわかんない。で、そのまま、いや本当に突然お邪魔したのにありがとうございました。またぜひゆっくり遊びに行きますのでよろしくお願いします。本当にぜひいらしてくださいねって言って。で、そのままバタンって言って、いやよかったねって言って帰ったそうなんですよ。で、僕はそれで帰ったんですよって言って。で、と思ったそうなんですよ。ちょっと待てよと。姉と二人でやってる？俺そこ間違いなく言ってるなと思ったそうなんですよ。同じことをその人に言われたなと思って。っていう話を聞かされた。愛さんからね。で、そのゲストコメンターの方が話したその話っていうのは、そのシュッっていうのが怖かったんだよ。で、それぐらいの、その程度の話だったんですよ。で、僕もその話を聞いて、愛さんがね、いや、俺も言った記憶があるんだよねって言われて、ふっと思った。いや、ちょっと待てよ。僕ですよ。僕も、そこに行った記憶があるんですよ。ざわざわっとした。話全部聞き終わった後に、いや、俺ここ行ったことある。で、しかも、私、その、掛け軸あったでしょ。掛け軸に書かれてた女性、その、お姉さんだと思った。どこにもそんな情報ないですよ。で、僕も止まった時に変な音聞いてる。掛け軸揺れたでしょ。確か揺れた感じがする。全部鮮明に記憶入ってきちゃった。蘇ってきた。なんだこれと思った。皆さん、これどう思いますか？で、僕この話したでしょ。皆さんちょっと気をつけてくださいね。っていう話でした。また思い出して、鮮明に思い出してきちゃった。別に怖いことはないんだけどさ。別にほら、その話自体全然怖くないんだけどさ、話聞かされると経験してると思っちゃう。でも本当に経験したんだよ、俺。で、地図も書いてもらったの。ちょっと待ってね。このハガキ入れるやつにね、もう、そうだな、30年、40年近く、こう、撮ってあるんですけど。で、そのディレクターさんにね、話を聞いたときに、そこの場所って覚えてるって言って、いや、覚えてるんだよ、鮮明にって言うんですよ。じゃあ地図それ書いてくんないって言われて。で、ちょうど、実家にちょっと寄ってて、ハガキが来てて、そのハガキ持ってたから、紙がなかったから、そのハガキに書いてくんないっつって。書いてもらった。ちょっとごめんなさいね。これ、昔の、住所は今もうないんですけど、こうしよう。これその愛さんの直筆なんですけど、見えるかな？これにしとこうか。これで拡大しますね。拡大してください。ビートルズ記念館ってのがあったそうですよ。で、松林があって。これ私が書いたんじゃないですよ。その愛さんが書いたんだからね。皆さんも行ったんじゃないですか。もしくは、これから、そこに行くかもしんないね。そしたら、お姉さんのこと、注意深く観察してみてね。探してみて。で、何か分かりましたら私に連絡ください。っていうか、団員募集中。
っていうお話でした。じゃ次回また会おう。夕闇。